皆さんこんにちは。私は広島大学で教員をしています川口と言います。自分の専門は日本の文学や文化なのですが、日本語教育や国語教育といった言葉の教育にも携わっています。で今回3人の平和教育に携わっていた先生方の動画について簡単にコメントさせていただきたいと思います。で、まずお一人お一人についてお話ししていきたいと思います。で、まず最初の動画の森下先生です。森下先生の、平和教育の特徴を一言で言うならば、原爆あるいは広島を伝えるということになるかと思います。で、森下先生が活躍されたのは、歴史的なことを言いますと、いわゆる冷戦期前半、1950年代から70年代前半だと思います。で、森下先生の語りから伺えるのは、原爆の体験を語る社会的な困難、これはさほど動画の中では語られていなかったんですが、GHQ の占領政策、あるいは朝鮮戦争下において原爆を語ることは、ある種タブー視されていました。また、その後、反戦反核運動というのが社会的に盛り上がる中で、一方で体験者の気持ちや立場というのは、そういう反戦運動の中からは取りこぼされていく、阻害されていくということがあります。あとは個人的な問題として、心理的な困難。これは動画の中でもやはり語られていたと思うんですが、自分の体験を語りたくない。語りたいんだけれど、語っていいんだろうか、生徒の前で語ることが良いのだろうか。そこには自分自身が、傷を受けたケロイド、原爆のやけどの跡なんですが、それを晒したくない。または、これも動画には語られていないんですが、別のところで森下先生語られていることなんですが、生き残ったことへの戸惑いとか後ろめたさ、サバイバーズギルトなどと呼ばれるものなんですが、そういうことがあって、そういう様々な社会的困難、心理的困難を克服するプロセスというのが、森下先生の平和教育の実践の背後に、あったんだろうと思います。で、そこには、体験のない世代の意識、認識、生徒ですが、の気持ちというのをどのように知ることができるのか。で、それを通して、じゃあ、そういう世代に体験を伝える道というのをどのようにしたらいいのかと模索する過程というのがあったかと思います。で、森下先生はそういう体験をどのように伝えるのかというときに、面白かったのが、やっぱり実感を伴う教育ということをおっしゃられていました。視覚や聴覚教材の必要と。そこでは動画であったのは、映画広島。1953年に、上映された映画なんですが、それを使った取り組み。あとは副読本作りといったことが語られていたのが大変印象的でした。で、森下先生自身、動画にもありましたが、書道家です。そして、この動画にはないんですが、詩人として詩集も残されています。そのような意味で、自分自身が何かを表現するということにやはりこだわりを持たれていた。それがある種伝えるということの教育の、中によく現れていたなというふうに思いました。で、その次の多賀先生なんですが、多賀先生の実践を一言であえて言うならば、原爆、広島をつなげる、または広げるということだったかと思います。で、時代的に言えば冷戦期後半、またはそこの冷戦が終わった後のポスト冷戦期、70年代後半から2010年代ぐらいまでのことが語られていたかと思います。で、多賀先生は原爆体験を学び、被爆2世としてのアイデンティティを獲得するプロセスというのが語りの中に伺えたかなというふうに思います。そこには自分は直接体験していない、
ある種非体験者なんですが、体験と非体験を、非体験者の側から埋めようとする、そういう行為、営みが、逆にそこで埋めようとする行為が様々な自分の周り、また社会的な格差とか差別とか暴力の問題に目を開かせていく、また向かわせていくということが特徴的でした。それは原爆の体験の文脈化とでも言いましょうか。原爆というのを1945年8月の問題に終わらせずに、広い歴史的な文脈、森下先生の動画にありましたが、広島の、瀬戸内海の島で毒ガスを作っていたという歴史があります。そういう毒ガスの製造の話や、在日朝鮮人の人がなぜここにいるのか、それはもちろん歴史的なことに関わるし、その在日朝鮮人の、朝鮮人の被爆者の問題といったような歴史的な文脈。あとは社会的な、文脈ですね。特に印象的だったのが沖縄との出会い。あと、被差別部落の問題。あと、障害。あるいはジェンダー。といったような広い社会的な文脈への原爆体験の置き直しというのが語られていました。そこには個人的なこととしてやっぱ強調されていたのが、軍事都市、呉の出身である被爆2世の自分が広島原爆をどのように学び直すのかということがあったかと思いますし、もう少しこれはおっしゃられてなかったんですが、70年代のこの時期にこういう加害とか被害の問題を一緒に考えようというのは、ベトナム反戦運動以降の市民運動の動きとやはり連動しているんだろうなというふうに思いました。で、そういう原爆体験の広い文脈化というのが平和教育、森下先生の場合が原爆教育だとすれば、やっぱり多賀先生ははっきりとやっぱ平和教育というふうになっていたと思います。で、その平和教育のカリキュラム化というところに向かわせていく。そこの基盤になっていたのが、フィールドワーカーとしての現場感覚というのも、大変面白かったかなと思います。で、そこで最後に出てたのが、平和とは何かという問い。平和とは何なんですかということを問いかけられていたんですが、で、そのことがより、重要になってくるのが、もっと若い世代の、野本先生の取り組みかと思います。で、野本先生は、の実践をなかなか言うの難しいんですが、一言で言えば、原爆、広島から問うとか考えるということなのかもしれません。で、地域的にも世代的にも、いわゆる原爆の体験と縁の薄いという立場から原爆との関わりを探ることで平和を問い直すというプロセスがあったのかなというふうに思います。そこには当事者性、つまり遠いところにいるということの弱さを逆に使うというか、てこにしていく取り組み。つまり体験の近くにいるんじゃなくて、遠いところにいるからこそ見えてくる問題、また考え直すきっかけっていうのがあって、そこは僕大変面白かったかなというふうに思います。で、あとは野本先生の、で印象的だったのは、多分多賀先生の世代がある種カリキュラム化、体系化していって、学校という場で平和教育が浸透していくんですが、そこで、コンテンツや指導法というのも広島で確立していきます。で、そのことの重要さというのは野本先生お分かりになっている一方で、難しいのはその何ですか、平和教育なるものが確立すればするほどマニュアル化してしまう。もうこれをやっておけばいいんだというような、そのことへの危機感というのが強く伺われていたようにも思います。で、そこから抜け出すというか、そういうマニュアル化から、をなんとか変えていくきっかけというか、道筋のとしてうまく言えないんですが、として、学校外の資源の活用、また学校外の人からの、支援
ということが言われてたかなと思います。で、学校という場を相対化するというか、学校の外に出ていく、そこから積極につながっていくことで、学校の中である種硬直したと思われるものを変えていく。その時に、そういう学校外との連携というものを、生徒の五感を通した活動というものを通しながら、身近な学校内の問題、日常への気づきへとつなげていく。そういうところがあったかと思います。で、野本先生の根幹には、印象的でしたが、答えではなくて、子供自身の考えを表明する力を養いたいと。これとても大事で、野本先生は、問うということは直接おっしゃられなかったんですが、与えられた答えを表明するんではなくて、子供自身が考えたことを表明するわけですから、そこにはやはり問いというのがあるんだと思います。その問う力というのが今後、やっぱ平和教育で必要になるのかなというのを考える意味で示唆的でした。で、あともう一つ言えば、これはどの先生方も考えておられたと思うんですが、特に野本先生は、おっしゃられたように、教えることの暴力性、教えていいのかというようなこともあって、そこも大変印象的でした。で、それでお三方の語りから考えることとして、これから広島の平和教育、または広島以外で平和教育といったものがどのような課題を持つんだろうかということを5点、触れておきたいと思います。もう簡単にです。まず1点目は、原爆または広島を学ぶということと、原爆広島から学ぶということがどのような関係にあり得るのかということです。簡単に言えば森下先生はやっぱり原爆を学ぶとか教える立場だったと思います。多賀先生はその間ぐらいになっていくのかなと思いますが、野本先生は私から見ると原爆広島から何を考えるのかといったところが強く打ち出されているようにも見えるんですが、まだこのビデオだけでは僕もちょっと分かりづらいところがあります。いずれにしろ原爆を学ぶことと原爆から学ぶことというのを広島の平和教育または平和教育がどう考えるのかということが今後あるかと思います。2点目は、教科の横断、教科を超えた共同性をどう作るか。これは多賀先生のお話にもありましたし、野本先生の話にもありましたが、平和教育っていうのが、やっぱりこれは、すべてのもしかしたら教育領域、教科に関わっていくようなことで、なんか一つのアプローチではなかなかできない。または、複数のアプローチを組み合わせていくことで、または学校全体で協力することでできるものなのかなと思います。そのあたり、どのようにしたら何かそういう学校内の壁、または教科の壁を越えていくのかということが考える必要があるかと思います。あとはやはり3点目なんですが、パターン化とかマニュアル化というものとどう向き合うか。学校が忙しいということが多賀先生の話にもありましたが、やはり何か手引きや、指導書、方法というのがあるのは教師にとって助かりますし、それこそ最低限の教育が保障されるというのは、そういうパターン化マニュアルの存在だと思います。一方で、それが何かやっぱり硬直したものを生んでしまうというのも、事実です。これはもう教育全般に言えることだと僕は思うんですが、このやっぱり特に平和教育というある種イデオロギー教育にもなりかねないような領域において、このパターン化、マニュアル化の問題というのは、やはりかなり考えていかないといけないことの一つだと思います。そういう意味で4点目なんですが、平和教育というものをどのように反省的に実践していくのか、また反省的な実践者を育てるのか、ということが求められているのかなというふうに思います。で、最後ですが、5点目ですが、野本先生の世代、私は多賀先生と野本先生の間ぐらいなんですが、そもそも何かな、原爆体験といったようなもの、また
他のことでもいいんですが、遠いと思われて、いわゆる当事者ではないというものが、学ぶことを通して、ある当事者性を帯びていく。そのことをどう考えていくのか。もっと言えば、学ぶということは何かの当事者になっていくんだということだとすれば、当事者になる学び、他人事を我がことにするということが、どのようにしたら可能なのかということをやっぱ考える必要があるかと思います。一方で、お前当事者になれとか、お前は当事者だぞっていうふうに押し付けることは、大変ある種暴力的であり、そのことにもやっぱり考えていく。そういうのを含めて当事者になる学びとはどういうことなのかということをやはり考えていく必要があるかなというふうに思いました。私のコメントは以上です。